こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はずっとやってみたかったパーソナルカラー診断、骨格診断を受けてきた様子と、その診断結果をもとに超大量に服の捨て活をしてみた様子をお届けします。私の憧れは少数精鋭に絞った服。これを実現するためにこれまで1年半服を買うのをやめてみたり、大量に服を手放したりと頑張ってきました。かなり減らすことはできましたが、それでもまだまだたくさんの服があります。正直もうこれ以上どの服を減らしたらわからないし、服を減らしたらダサくなるのではないかと思ってしまい、なかなか手放すことに踏み切れずにいました。そこで似合う服を言語化し、好きか嫌いかのような感覚だけでなく、似合う似合わないか理論的な根拠をもとに服を減らそうと思い、今回イメージコンサルティングを受けてきました。診断は驚きの連続で、診断後魔法がかかったかのようにどんどん服を手放すことができました。診断と捨て活どちらも見ることでとても面白く、またためになる情報満載の動画になっていますので、長い動画にはなりますが、診断に興味がある方もない方もぜひ行ってみてください。ちなみに私の予想では、私はパーソナルカラーはイエベ春、骨格タイプはウェーブ、顔タイプはシンプルで子供顔のフレッシュと思っているのですが、本当に合っているか診断結果にもぜひ注目して見てみてください。それではスタートです。まずは診断の様子からです。今回はとある YouTube でお見かけし、その明るいエナジーとファッションへの愛の大きさがとても印象的だったゆうはさんというコンサルタントの方へ診断をお願いしました。ありがたいことに撮影許可もいただき、本当に感謝です。最初にカウンセリングで診断の目的とお洋服の悩みを共有しました。よろしくお願いします。今日は服を絞るっていうのが目的で、幅を広げたいっていう方もすごく多いんですけど、まずは受けて、で捨てて、で買いに行く方が一番変われる、自分は。なるほど。受けて基準が分かるから、その基準をもとにその取捨選択みたいなしていったら、まさにそうです。一番いい方法なんですよね。少ない服でおしゃれにするっていうのは、結論から言うと小物なんですよ。アクセサリーとか靴とかバッグにどれだけこだわれるか。なるほど。で、決まります、これは。フランス人は本ありますよね。本でもやっぱ少ない服で小物で着飾るって書いてあって、あとはユニクロだけとかだと多分つまんなくなっちゃうし、おしゃれにはならないっていうのがあって、ってなった時にはやっぱり小物使いが重要ポイントの一つです。古着とかも好き。そうですね、祖母とか母のお下がりがすごいあって、若い頃着てたお洋服が、たとえ似合わないアイテムだったとしても、それをうまく似合う方向に着こなせたらなっていうのもあって、で見せたいイメージとしては、ボーイッシュでちょっと大人っぽいイメージ、シンプルでジーンズ T シャツをさらっと着こなす感じとか、ジーンズワイシャツとか好きだなって思うのは、そういうファッションかなと思います。可愛いテイストが似合うだろうなって思ってるけど、でもそうしたくないっていう風に書いてくださってた。そうなんです。そうだ、 YouTube 服のやつとか結構見させてもらったんですけど、昨日イエベかなみたいな話だったりとか、骨格もこれかなみたいなちょこっとおっしゃってたので、受けたことってあるんですか？受けたことはなくて、自己診断が知るのがすごい好きで、なるほど。自分的にいろんな人の特徴とか聞きながら、イエベウェーブでフレッシュとかそういう感じなのかなとか勝手に考えてました。それを基準に自分も服結構厳選してたんですけど、受けたことはなかったんで、今日のためにだったんですよ、本当に。お持ちのお洋服の中で選ぶときに、これでいいか、これ使いやすそうだしみたいな風に選ぶことが多いか、それとも私これがいい、もうこれ最高みたいな感じで選んでるかでいうと、どれぐらいの比率ですか今？30対70。サダリのアイテムとかは好きって思って選ぶものもあるんですけど、ほとんどの服が無難だから持ってるっていう感じかなって。好きとかでもなく、嫌いとかでもなく、あるし合わせやすいから持ってるっていう感じで、だからこそ捨てる理由もなくて、それで捨てられないって感じですかね。
合わせた時もあんまりこれが最高とは思いづらい。なんかまあ変じゃないし、そう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 。機能的にもまあいいいいし、しこれはね今日革命になると思います。本当ですか？妥協で選ぶっていうのがまずなくなるっていうか、これがいいんだ私っていうのが分かるから、同じ白い T シャツでもどういう白がいいんだろう、こういう丈感で、こういう生地の厚みで、こういうのがいいんだっていうのが分かる、これでいいが減ると思います。嬉しい。私の中で無難が服のほとんどを占めてる感じがあったので、そこ知れたら本当に嬉しいです。無難っていうのは結構日本人が行き着きがちなところ。そうなんですか？多いです、そういう方。はい。世間でいう無難、ユニクロみたいな無印っぽい感じがまあ無難なんですけど、自分にとってのベーシックっていうのがあって、人によってシンプルがいい人とシンプルだと足りない人っていうのがいて、なので今日は自身のベーシックを知っていただくっていう時間になります。嬉しい。シンプルがベーシックとは限らないっていうことなんですね。そうです、そうです。今日はじっくり見ていきます。ありがとうございます。で、今日はテイスト診断というものをやっていくんですが、今日やっていくパーソナルカラー診断というのがお顔つりがいい色が分かります。で、骨格診断というのがスタイルアップするお洋服の形と素材感が分かります。お顔立ちの分析というのがこの色、形、素材感のイメージに関わってくるところになりますね。これらが全部複合的に絡まってこの色、形、素材っていうのが分かってくるんですね、自分にとっての色、形、素材感、これらのうち3分の2以上合ってると似合うなっていう感覚になります。逆に似合わない、なんかしっくりこないって思ってるお洋服はこの中で、0または1個しか合ってない状態になります。でお洋服って結局組み合わせになってくるので、これ単体ではまあなんか例えば80点ぐらいだったとしても、他で補っていって調整していくことができるようになるので、そういう風にして抑えていくといいですね。まずは顔立ち診断です。顔の形のパーツから得意な洋服のイメージがわかります。子供っぽい顔か大人っぽい顔か、また直線的かそれとも丸みのある顔か、これをマッピングし似合うお洋服の雰囲気を見ていきます。子供顔はカジュアルなお洋服、大人顔の場合はきれいめなお洋服が似合う傾向があります。丸みのある顔であれば女性らしい丸みのあるお洋服が似合い、直線的な顔であればシャープなスタイルが似合います。ちなみに私の予想では、私は子供っぽさの強いフレッシュタイプとも呼ばれるこのあたりかなと思っていました。さて結果はどうだったでしょうか。3、2、1。パーツを見た感じだとパッと見てめちゃくちゃ直線多いですよ。本当ですか。はい。まあお花若干丸みあるかなっていう感じですけど、でもほぼパーツが直線なんですよ。大人子供のバランスでいうとパーツの特徴から見ていくと若干ボーイッシュよりということで、診断結果はボーイッシュになりますが、ヘアメイク次第でクールに寄せることも全然いけるタイプ。本当ですか。なのでシャープさとかかっこよさっていうのを出していった方がいいタイプ知らなかったです。似合わないと思っちゃって。それかっこいい感じがですか。そう似合いますよ。本当ですか。子供っぽく見られるのがお悩みっておっしゃってましたけど、まあ子供顔要素は確かにあります。で今の短くてボブで血にちょっと寄ってる感じが、子供っぽく見せてます。この給湯寄せな感じなんですよね。例えばスタイリングだったら本当は外羽とかの方がボーイッシュなイメージにはまってくる。ということで私は顔に直線感が強く若干子供顔なので、かっこいい雰囲気の洋服がよく似合うことが分かりました。クールなタイプは似合わないと思っていたので驚きですし、こういうスタイルの服は私もすごく好みだったので嬉しかったです。続いて似合うカラーや素材がわかるパーソナルカラー診断です。いろいろなカラーのドレープを当てて顔周りに持っていくと顔色が良くなったり印象が良くなるカラーを見つけていきます。見るポイントはまずイエベと呼ばれる暖かいカラーの系統が似合うか、それともブルベと呼ばれる冷たいカラーの色が似合うか。見るポイントはそれだけでなく、サイド、明度が大きい方が似合うか小さい方が似合うか、さらにはクリアで澄んだ色が似合うか、それともグレーを足したようなくすんだり濁った色が似合うかなど、似合う色のトーンも見てきます。そして春、夏、秋、冬の4つのカラーグループから似合う季節と、その中でも特に似合うベストカラーが決まります。それぞれの季節の色の特徴を見てみると、
まずイエローベースのカラーが春秋、ブルーベースのカラーが夏冬です。そして春夏は明るいカラーが多く、秋冬は比較的濃いカラーが多いです。また春冬はクレヨンに入ったような鮮やかで澄んだ色が多いですが、秋夏はグレーを少し混ぜたような柔らかくくすんだ色が多いのが特徴です。私の予想はイエベ春なのですが、結果はどうなるでしょうか。肌質とか髪質とか結構柔らかいんですよね。ブルベかイエベかがなんか大事じゃなくて、色の柔らかさが結構大事そうな感じがします。例えばイエローベースの秋の色味とかですると、結構暗くてどんよりしちゃう感じ。そうですね。これがブルーベースの冬ってなってくるんですけど、ちょっとなんか顔がげっそりして見えてしまう印象で、あとなんか色に目がいく印象がありますよね。なので、要は鮮やかな色がちょっと苦手なのかなっていうのがここから分かってきます。中間よりはやや明るめのトーンがやっぱりいいかな。ではね、白もね、イエローベースのこの春の白っていうのはアイボリーといって、黄身がしっかり乗ってる。顔色めちゃくちゃいいですね。めっちゃいいですね。びっくりしました今。で次ブルーベースの白に行くと、これが夏のオフホワイト、ちょっと足りないですね、さっきと比べると。で冬の真っ白、これが一番苦手ですよね。そうですね、明らかに布があるみたいな感じ、本当にそうパキッとして白を選ぶ時っていうのはやっぱり柔らかさっていうのを入れる、アイボリーとかベージュホワイトとかがすごく顔色よく見せてくれるから、やっぱりイエローベースがファーストでいいかなっていう感じがします。オフホワイトも黄身のうちに入るかと思ったらいいんですけど、そうでもないんですね。あれはね、黄身じゃないんですよね。例えると、オフホワイトは牛乳で、このアイボリーは練乳って感じ。家でだからオフホワイト選べばいいんだ若干思ってました。ちょっと黄身がある。惜しい惜しい。もうちょっといかなきゃいけなかった、もうちょっといっちゃっていいですよ。アイボリーとかベージュホワイト、一応ベーシックから比較してみると、秋のブラウン、ダークブラウンなんですけど、色が柔らかい感じ、サイドが落ち着いた感じがすごく合いますね。で黒、黒だと逆にちょっと色に目がいって寂しいのがあります。だからベーシックカラーは黒じゃない説です。黒よりもいいベーシックカラーがあるから。黒って無難だと思ってたけど黒じゃない。もともと黒髪だけど、結構細くて柔らかい。そうですね。でソフトブラック系だから、で目の色も明るいしってなってくるとやっぱ色に負けちゃう。本当だ。でここからまたさらにこのイエローベースの秋のドレープを30枚当てていって、でこの中でベストカラーを出していくっていうのが本番ですね。ベージュめちゃくちゃ似合いますね。顔色もいいしね。こういうねブラウンもさっきのブラウンより柔らかいの分かります。でこれがやっぱり髪質とか肌質とかに合ってくるっていうもの、自身の印象とこの色の印象が1対1になってるっていうバランスがベストカラーとしてなってくるバランス。顔が目立つわけでもなく色が目立つわけでもなくっていう。そうです。クリアな色味よりもちょっとくすみを入れた柔らかいカラーがベストにくるっていうことです。そうなんだ。くすみカラー大得意です。そう。この2色がベストカラーです。これがベーシックカラーですよ。今までベーシックだと思って黒ばっかり買ってました。黒じゃない方がもっと似合ってる。そう。もっといいっていう。そうなんだ。秋の中の暖色系をオレンジまで黄身が強いとちょっと行き過ぎな感じしますよね。そう思いました。そう、だからめちゃくちゃドイエベではないってわけなんですよ。そういうことなんですね。濃い柔らかい色得意でしょ。マスタードっぽいけど柔らかいみたいな。これもなんか抹茶っぽい色。ピスタチオカラーっていうのかな。だからソフトとかダルトーン、ソフトトーンがいいかな。くすんでるのがめちゃくちゃ大事ですね。おしゃれカラーが得意ってことです。ラッキーですね。色だけでおしゃれだから、その色のワンピース1枚着てるだけでいいみたいな。なるほど。この柔らかカラーが存在するのはもう一個サマー。ブルーベース夏になってくるので、セカンドが夏になります。夏のカラーっていうのはやっぱりブルーベースなので、冷たさが特徴のグループになるんですけど、この中で青みが控えめで、かつ色がくすみカラーだったらすごく似合うと思いますよ。ピンクベージュ、だからベージュそもそも得意ですよね。この紫もね柔らかトーンだから。紫似合いづらいかと思ってたけど、こういう柔らかいトーンだったら全然いい。柔
柔らか族ですよ。柔らか族。柔らか族です。これ赤とかもこう柔らかい赤、このグレーがね混ざった大人なカラーが、なんか大人って聞くとちょっとびっくりしちゃいますね。なんか大自人ですよ分に似合わないと思ってたタイプのがうん実は似合ってて、そうそう似合う色つけてれば大人っぽくなれますけどみたいなそうだから逆にこういうね明るくてとか鮮やかなカラーの方が子供っぽく見える。これ白混じりカラーですね、よりかはやっぱりちょっとグレー混じりっていうのですね、このこれ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 ですよ。わかりますか？急にでしょう。これ来た落ち着いたみたいな。で、そうそう、落ち着くんですよ、似合う色って。この好きなカラーたち。そう、柔らかカラーたちです。はい。絶妙。なんか見ても好きって思いますね。あ、本当ですか？よかったよかった。好きな色ばっかり。そう、とにかくね、何色がっていうよりかはグレーがね混ざってると似合うっていうことです。イエベかブルベが重要じゃない。へー、びっくり。ということで診断結果はファーストがイエベ秋、セカンドがブルベ夏でした。そして私のベストカラーはこちらです。ちょっと濁ったソフトカラーと呼ばれる明るく優しいカラーなのが特徴です。好きな色ばっかりでとっても嬉しかったです。また柔らかいカラーが得意なことから素材感としてはマットな質感が特に似合うそうです。この診断結果をどう活かしたらいいかも教えてもらいました。必要範囲としてはまずヘアカラーとメイクが一番大事。お洋服でいうとトップスだったりとか、あとはマフラーとかストールとかスカーフに持ってくるとすごく効果を発揮します。で逆に好きだけど苦手な色とかに関してはボトムスとか小物とか顔から離して使ったらいいとか。なるほど。あとはトップスでも空いてるものですね。メイクちょっと今日お持ちのもの見てもいいですか？いいですいいです、ということで手持ちコスメを見ていただきました。私が使っているマットアイシャドウ、マットな質感は私のトーンに合うものの少し鮮やかすぎるので幼く見えてしまうそうです。これからは比較的色の落ち着いたこちらのカラーを積極的に使おうと思いました。またこんなくすんだカラーのメイクにするとパーソナルカラーとよくマッチするというアドバイスをもらいました。超大人なカラーでびっくりしちゃいました。今のアイシャドウを使い切ったらぜひ挑戦してみたいと思います。続いては骨格診断です。スタイルアップする洋服の形、素材がわかります。診断によりストレート、ウェーブ、ナチュラルの3つのタイプの骨格に分類します。骨格ストレートは体に厚みがありメリハリがあるのが特徴。骨格ウェーブは滑らかな曲線と柔らかな質感が特徴。そして骨格ナチュラルは骨、関節がしっかりしていて骨感が強いのが特徴です。なお生まれ持った骨格で判断するので体重や年齢、身長は関係ないそうです。私の予想では私はウェーブタイプなのですが結果は一体どうなるでしょうか。身長に対して結構肩の骨はしっかりされてるなという印象ですね。次に肩甲骨の大きさを見ていくんですけど、骨は大きめですね。しっかりありますね、骨。手周りの特徴を見て、結構質感ドライな感じですね。この関節とかがしっかり目立ちますね。膝はね結構身長に対してしっかりしてるなという印象。足首も結構しっかりここの筋が大きいですね。なので骨格はナチュラルタイプ。わー、全然予想と違った。全部大きいとか長いとか太いものが得意になってくる。ナチュラルな格好してますけどね、着崩す感じが得意だったりするので、例えばトップスとかも肩が落ちてる感じ、ここがタプッとする体を覆うようなサイズ感とかデザインが得意なんですよ。で上下ゆるゆるな感じ、でこのスカートもしっかり身幅があるので結構作りがオーバーサイズなんですよね、これ。オーバーサイズ得意なのってナチュラルの特権なので、であとウエストの位置に関してなんですけど、ジャストからローが得意、でジャストウエストっていうのはここの肘の角が来るここですね、がジャストなので基本的にここより下って覚えておくといいです。なので全然こういう風に出してても素敵ですよ。ずっといつも上げよう上げようしてました。うわー、そうなんだ。ナチュラルタイプです。衝撃。言葉が出なくなっちゃって。言葉が出なくなっちゃった。ということでなんと私は骨格ナチュラルタイプでした。小さい頃から骨が細いことを親にとても心配され毎日たくさん牛乳を飲まされてきましたが、その私がまさか
骨関節がしっかりなナチュラルタイプだったとは自分では全く分かりませんでした。骨格ナチュラルタイプはどんな服が似合うのかを教えてもらいました。すごく分かりやすいナチュラルはい、衝撃で、ナチュラルはフレームがしっかりしてるから、そのフレームをちょっと崩すような感じで、あとは厚みが少ないから、お洋服でボリューム感とか立体感を出すっていうイメージなんですね。なのでシンプルの逆、サイズ感、オーバーな作り、体よりも大きく作られてるものが得意。そうなんだ。アクセサリーとかも全部大きい、素材も肉厚でざっくりとした素材のもので、マット系の素材感が得意で、柄は大きくて不規則な柄が得意です。小花柄が得意だと思ってました。ウェーブだと思ってたから。花柄だったらもっと大きくてダイナミックな柄の方がいいです。そうなんだ。でむしろ顔が直線的だから、花びらが多いよりも茎とか葉っぱの面積が多い柄の方がもっと似合う。花びらの方がもっと女性的で直線的なイメージになりますけど、茎とか葉っぱが結構メインにプリントされてるような花柄の方が似合う。面白い。あと似合うシルエットですねっていうのが AYO になります。A と Y はもうどの骨格にも似合うんですよ。で O っていうのは、上下オーバーなイメージで、今日みたいな感じですよね。 O の感じ、これが似合うのがもうナチュラルの特権です。上下オーバーが似合う。で避けてほしいシルエットは上下ピタピタ、骨っぽさがなんか浮き立つ感じになるので、なんか骨を覆うイメージの方がいいんですね。ワイドパンツとかすごくいいんじゃないのかなと思います。似合いたいけど似合わないと思ってて選んでなかったんですけど、もう思い込みですね。完全に衝撃。で苦手なものは薄すぎ、小さすぎ、半端丈、エナメルとかビニール、ギラギララメ、あとシンプルすぎると寂しい。割とこの苦手をめちゃめちゃ選んでました。半端丈とか薄すぎる素材、逆ですね。選んでました。だから結構ファッションが楽しめるタイプ、重ね着とかも得意だから、じゃあ T シャツとデニムのシンプルなスタイル、じゃあどういう風に選ぶかっていうと、まず T シャツオーバーサイズのものを選ぶ。で袖丈とか長い肩が落ちてるものを選ぶ。デニムは加工が入ったものとかシルエットがゆるっとしたものを選ぶっていう風になっていくんですよ。イメージ湧きました。今まで捨ててきた服たちが今思い浮かびました。やばい。ウェーブって思っちゃってたから、ね、その自己診断で大胆なことをやっちゃうともったいない感じがありますね。そうかも。骨格まで決まったんで、テイストをねちょっと診断していきますね。最後にこれまでのすべての診断結果をもとにどんなテイストのスタイルが似合うかを診断いただきました。ファーストがエキゾチックミリタリーで、セカンドがシンプルベーシックです。でエキゾチックミリタリー、結構アウトドアなイメージですね。好きです。メンズライクみたいなテイストですね。なんかボーイッシュ似合うんですよ。嬉しい。知らなかった。ボーイッシュに振り切っちゃっていいってことです。自分で可愛いの方を混ぜようとしちゃってたからうまくいってないと思って。いや本当にそうです。よかったんですね。そうです。なんか思い描いてたものと真逆。好きだけど似合わないと思ってて避けてたアイテムみたいな。でセカンドがシンプルベーシックになってくる。でこれはオーソドックスな無印女子なんですけど、やっぱりベージュ基調の配色がすごく得意なので、トレンチコートとかね、こうベーシックなアイテムなんですけどすっごい似合うんですよ。色も似合うしデザインも直線的だし、でもやっぱり骨格と顔の印象がやっぱりすごくしっかりあるから、無難すぎ、なのでやっぱりこっちの特徴はしっかり出したのがおすすめっていうのが診断結果でした。どうですか？びっくりです。衝撃？びっくりです。だから思い込みは良くないと、思ったより自分が好きなテイストが似合ってたのに、自分の自己診断でやってたウェーブに引っ張られて、似合わない方向に持っていこうとしてたし、似合うアイテムをたくさん捨ててたな。通りで厳選したはずなのに、なんかしっくりこない、なんか似合わないみたいな感じだったような気がします。だから断捨離するときに迷われたら色形素材で思い出してもらって、でどれぐらい満たしてるかなっていう。でなんでこれが合わなかったかっていう原因がわかるじゃないですか。今ね、素材じゃんみたいな。だったらもうそういう素材は選ばなくなるからっていう風にどんどん精度が上がっていくんですね。
すごい。はい、理由が分かればでも。そう理由わかります。似似合う理由も似合わない理由もわかる。もやもやしてる理由が分からないから捨てられなかったし。そう。変にウェーブの知識入れて間違ってこういう理由だって勝手に思い込んで捨てちゃったりとかしてた。お口があんぐりしてますね。でいうと、最初のお悩みね、あれで言うと少ない服でおしゃれにしたいっていうのは、そもそものねジャンルが間違えてた。まずここから見直していくっていうところと、あとは古着とかのああいうちょっと、ラフな感じとか、重ね着の感じとかめっちゃ得意じゃないですか。わかりましたよね、これで。得意ですよね。なんで古着はこれからもレイヤードとかしてね、極めていってほしくて、あとはボーイッシュかける大人っぽくしたいっていうのはまさにこのテイストなので、これをちょっっとこのまま取り入れてほしいです。すごい新しい世界観。感動？嬉しい。感動しました。嬉しいです。最後になんか似合わない気がして捨てるか迷っている服について似合うアイテムかどうか相談させてもらいました。じゃあ今日なんか持ってきました？なんかそのアイテム？そうです。これがパリッとシャツで、シャツを着るの好きなんですけど、なんか似合わない気がしてた。これなんでかわかります？色ですね、これも。色が結構漂白ホワイトがベースになってるのと、あとはその柄が規則的、不規則な柄が得意だから本格的に、だからもうちょっとチェック柄でもタータンチェックみたいな柄の方が同じチェックでも体に動きが出る。爽やかなシンプルなシャツっていう感じだとどういうのが似合うんですかね。無地のもう天然素材のもの、リネンとか、そうがいいです。リネンシャツがいいですよ。なるほど。このテイストで骨格ナチュラルだったらもうリネンシャツ間違いないから。これは祖母のお下がりのスカートでできれば似合わせたいなと思ってたんですけど難しくて、これがさっき言った上下ピタピタのアイラインなので、このシルエットが苦手なので、上との合わせ方とか小物の合わせ方ですね。色自体はすごくなんかテイスト的に良さそうな感じがするので、そしたら上にオーバーなものを合わせて、で足元を重くする。重くするっていうのは靴をごつくする。ごつくして小物もごつくするっていうのが一番いいです。ありがとうございます。組み合わせが超大事って感じです。これは手放したくなかったのでよかったです。以上が診断の様子でした。いかがでしたでしょうか？結論、診断を受けて本当に良かったです。まず自分の見た目や雰囲気が言語化されてすごくスッキリしました。これからどんな服を持てばいいのか指針が一つできたので、今後の捨て活にとっても活かせそうです。また自分の見た目に対して勝手な思い込みがあることにも気づくことができました。私自身大人な雰囲気のカジュアル服が大好きだったんですけど、自分にはてっきり似合わないと思って避けていたり、骨格ウェーブだと勝手に判断してそれを基準に捨て活をしてしまったり、でも結局診断の結果、私はクールでカジュアルな服が似合うことが分かったり、ウェーブではなく骨格ナチュラルということが分かったり、もう本当勘違いだらけでした。で、今まで捨て活はウェーブに似合う服を多く残してたんですよね。ウェーブはタイトで丈感が短めなシルエットが似合うのに対して、ナチュラルって真逆でオーバーサイズで丈感も長めな服が似合いやすいんです。通りで服を絞ったので全然しっくりこないわけですよね。私のように自己診断結果で間違った捨て活をしないためにも、もし診断を受けていないよという方は素直に自分の好き嫌いで判断して手放していくのがいいと本当に思いました。で、もう一つお伝えしたいのが、診断結果はあくまで参考であるということです。診断された結果を自分にレッテルが貼られたように感じてしまわないよう注意したいなとも思いました。結果に縛られる必要は全然ないと思っています。自分の好きなものが一番大切ですから、診断結果は自分が好きなファッションをよりおしゃれに着こなすためのヒントだと思って活かすのがいいと思いました。ということで、これから早速診断結果を参考に全部の服を出して一つ一つ手放すか手放さないか見直していきたいと思います。やり方について、まず最初に服を3種類に分けます。まず1つ目は即捨てするアイテムです。これは傷んでるものだったり1年間着ていないものが当てはまります。このような服は迷わずに捨てようと思います。もう一つが超大好きなアイテムです。
これは無条件で残します。で、ここでの好きな基準は結構高めに設定して、たとえ一度手放してももう一度買い直したいかの基準にします。服は全体のバランスですので、たとえ診断で教えてもらった不得意なアイテムに当てはまったとしても、他の得意なアイテムを使いながらカバーしていって似合わせたいと思っています。やっぱり好きの思いが一番大事です。そして最後はこのどちらにも当てはまらない普通もしくはちょっと好きかなみたいなアイテムです。このようななんとなくあるアイテムって捨てる理由も残す理由もあんまりないんですよね。正直私の所有する服の7割がこんなアイテムだと思います。これらは診断で教えてもらった得意不得意を参考に残すか残さないか決めようと思います。ゆうほさんに教えてもらった通り、カラー、素材、形、この3分の2以上が自分に合うものであれば似合うという感覚になります。そして0から1個しか当てはまらないものは手放すようにしたいと思います。本当は全体のコーディネートで似合えばいいのですが、自分の好き度も普通なアイテムなのでちょっと条件を厳しめにしてみました。また診断結果はあくまで一つの判断材料なので、最終は自分の好き度で判断します。ちなみに私自身診断資格は所有してないので、判断基準はあくまで参考と思って聞いていただけると嬉しいです。もし間違いがあった時はコメント欄で教えてください。それでは捨て活やっていきましょう。まずは現状チェックです。私のお洋服は5つの収納ケースと、そしてハンガーラックいっぱいに収納しています。最初はジャケットとアウターを全出しして見直ししていきます。手持ちのジャケットです。合計なんと12枚もありました。これから明らかに捨てるもの、絶対に取っておきたいもの、そしてそのどちらにも当てはまらないものに分けていきます。仕分けが終わりました。3着が即捨てるもの、3着が絶対に取っておきたいもの、残り6着がどちらでもない服です。即手放すことに決めた服は、毛玉取りでも取りきれなかった毛玉でいっぱいのお洋服、穴が開いてしまったダウンジャケット、そしてメルカリで買ったウールのコートです。このウールのコートは実は絶対に取っておきたいお洋服の中に入っているコートと全く同じものなんです。こちらのコートはすごく昔に祖母に買ってもらったコートなのですが、こちらのベルトがクリーニング行ってからなぜかなくなってしまって、メルカリで同じものを探してベルトだけ使ってます。手放すのがめんどくさくて意味もなく取っておいてしまってたんですが、こちらは手放します。絶対に取っておくコートは先ほども紹介した祖母からもらったコートです。丈も短くスリムなデザインなので、ナチュラル骨格の私には少し似合いにくいのですが、ロングスカートを合わせたりストールなんかをかけてみれば私にも似合わせられそうなので、これからはたくさん着ていきたいと思います。で、もう一つは祖母のお下がりのダウンコートです。手放したくないのでこれからも着ていきたいと思います。色がくすんでいて私のパーソナルカラーにぴったりな色なので着こなせるアイテムだと思います。で、インナーダウンですね。中に着込むのにとっても便利なのでこちらは絶対取っておきます。それでは迷っているアイテムを見ていきます。まずはこのジャケットです。これはかっこいいくてオーバーサイズが似合う私にはすごくぴったりなお洋服なのでこれは取っておきます。続いてトレンチコートです。一度手放すと言ってちょっとやっぱり迷ってしまって戻してしまったコートでした。トレンチコート色はとっても似合うのですが、オーバーサイズが似合う私にはかなりぴったり細めなデザインになってます。だから似合わなかったんだって本当に納得しましたね。やっぱり気に入らなくてずっと着ていなかったので、今回心置けなく手放そうと思います。続いて古着屋で10年以上前に買ったデニムのジャケットです。これちょっと丈は短い気がするんですが、ちょっとオーバーめなデザインは私に似合いますし、素材もナチュラルタイプの私にはとっても似合うアイテムです。色味もくすんでていいですよね。何より結構気に入ってるのでこちらは今回取っておこうと思います。続いて白のニットジャケットです。肩が落ちてるデザインと脇の下が余ってるこのちょっとオーバーサイズな感じはとても似合うアイテムです。そしてそもそも重ね着がすごく得意だっていうことを教えてもらったので、今後これめちゃめちゃ活躍するんじゃないかなと思います。そして何よりすごく好きなお洋服なのでこちらは取っておこうと思います。続いてコーデュロイのジャケットです。凹凸のあるこういうコーデュロイの素材は私のようなナチュラルタイプさんにはとても似合うと教えていただきました。そしてカラーもくすんでてとってもいいですよね。肩が落ちていますし、脇のところにもゆとりがあるオーバーサイズなデザインなので
最近あんまり出番はなかったんですが、これからはどんどん着ていきたいと思います。これは取っておきます。続いてオフィス用に買っていたジャケットです。これ素材はちょっときれいめで、天然素材が得意な私にはちょっと似合わないかもしれませんが、このロングな感じのジャケットが似合うアイテムだと思います。このくすんだピンクが私に似合う色ですよね。こちらは取っておきたいと思います。ということでジャケットとコートの仕分けが終わりました。重ね着が得意ということだけあって結構残してしまったんですが、4着手放して8着を残すことにします。スカートボトムスは全部で18着ありました。これから仕分けていきます。仕分けの結果、即捨てのものは0着、絶対に残したいものは7着、そのどちらにも当てはまらないものは10着ありました。さすがに即捨てのものってもうなかなかないですね。で、私が絶対に取っておきたいものは基本的に祖母と母のお下がりのスカートです。もうめちゃめちゃあるんですよね。この6着が全部母と祖母のお下がりのお洋服です。本当にね、めっちゃ可愛いんですよね。で、これが一番のお気に入りのプリーツのスカートなんですけど、本当可愛いですよね。なんで似合うんだろうと思ったら、この直線的な顔立ちの私は花柄よりもこう葉っぱが多めなお洋服が似合うっておっしゃってました。だから似合ってたんだなと思う。お気に入りのものにはやっぱり理由があったんですね。このからし色のスカートもくすみがすごく素敵なスカートですよね。これもやっぱり私の似合うカラーですし、長い丈ですし、オーバーサイズなところもすごく私にぴったりだったんだなと思いました。これもオーバーサイズでしっかりした生地で、不規則なチェック柄のところも骨格ナチュラルの私に似合うポイントがたくさんのスカートでした。反対にちょっと丈が短かったりタイトめだったり柔らかい素材だったりと私に苦手な要素があるんですが、一方で私に似合うくすみカラーだったり似合う要素もあったりもします。とにかく私の気に入っているお下がりのお洋服なので、これは他の得意なアイテムとうまく合わせながら着ていきたいと思います。ということで残る10着を仕分けていきたいと思います。まず最初のドレープのパンツですね。これちょっとあんまり気に入ってなくてモヤモヤしていて最近出番がなかったです。まず素材がすごく柔らかいので私にはちょっと似合いづらいそうです。あと丈がアンクル丈なんですね。私のようなナチュラルは長い方がいいと教えてもらいました。似合わないポイントがいくつもあるし、私自身もあんまり気に入っていなかったのでこちらは手放そうと思います。続いてケーブル編みのスカートです。これすごく便利で重宝してたくさん着てます。ただ少し似合いづらいなぁとモヤモヤは感じていたのが正直なところでした。というのもこのタイトなデザインが私に似合わないスタイルなんですよね。でも一方でこのケーブル編みの素材、肉厚の素材感だったりアイボリーカラーは私の本当に得意な色ということも分かりました。似合うポイントが2つもあるし、すごく重宝して気に入っているものなのでこれは取っておこうと思います。次、白のアンクルパンツですね。これなんかムチムチしてて着づらいなと思ってモヤモヤしていたパンツでした。これもやはり丈がアンクル丈なので私の骨々しさを引き立たせてしまって似合わなかったみたいです。ワイドパンツだったりロングの丈と合わせると私に似合わせやすいそうです。なのでこちらは手放そうと思います。こちらもアンクルパンツですね。まあ可もなく不可もなくずっと履いていたものでした。でも私正直ワイドパンツの方が好きなんですよね。ただ自分には似合わないと思っててワイドパンツでなくあえてこういうアンクルパンツを選んでたんですよ。でもワイドパンツが似合うってことが分かったのでこれはワイドパンツを買うためにも気持ちよく手放そうと思います。これもテーパードタイプのアンクルパンツです。どんだけ持ってるねっていう感じですよね。これはなかなか着る機会がないけれどまあなんか無難なアイテムだし手放す理由がなくて取っておいていたものでした。でもなんか似合わないとモヤモヤする理由はちょっと丈が短かったり私に似合わないポイントがたくさんあるからってことが分かったのでこちらも手放そうと思います。こちらは黒のタイトスカートですね。実はこれ一番最近買ったお洋服なんですけど、まずタイトスカート本当は私にあんまり似合わない形なんですがすごくベーシックなものなのでこれは他のオーバーサイズのアイテムと合わせるときは絶対重宝すると思うのでこれは今回は一旦取っておこうと思います。ジーンズですね。
ジーンズこれちょっともうくたびれてしまったんですけど、このジーンズ割と悪くはないと思うんですけど、もう少しローライズとか普通の股上のものの方が似合うみたいです。これは一旦取っておきたいと思います。で、こちらのスカートです。これユホさんからもすごく褒められたスカートだったので、この硬い素材だったりとか色とかオーバーサイズなデザインが私に似合うポイントが本当にたくさんあるスカートってことを教えてもらったので、これは迷いなく残すことができます。私自身もすごくお気に入りだったので嬉しいです。で、残り2着はこれも母のお下がりのスカートなんですけど、唯一本当にこの冬1回も着なかったスカートだったので即残すに入れていませんでした。このタイトめで中途半端な丈が今の流行にも合わないし、私には苦手なデザインっていうことが分かったので、ちょっと手放す候補かなと考えてます。で、どちらかというとこっちの不規則な柄がすごく私に似合うスタイルで、厚手のウールもすごく私にも似合うし、何よりこのなんかちょっと明るい茶色すごく好きなんですよね。少し腰履きしたり上にオーバーサイズのニットとか合わせればこれは着れると思うので、これは気に入ってるので取っておくことにします。一方でこっちのなんかちょっとキラキラが入ったものだったり、ちょっと硬い感じの素材の方はウエストもちょっと細いのでどうしても丈も上に上がりがちで、工夫しても似合わせづらいなと思うので手放すことにします。で、このスカートもコーデュロイの素材がすごく私に似合うタイプです。ちょっとオーバーサイズめのデザインが私にも似合うタイプだなと思っていますので、これは残そうと思います。ということで5着を手放すことにしました。13着を残すことにします。気に入ってるお下がりが多いので残すものもかなり多いんですが、これからはどうやって似合わせればいいか分かったので、もっと大切にたくさん着てあげられると思います。続いてはカットソーシャツです。トップスシャツは30着ありました。これから仕分けをしたいところですが、即捨てのものもなければ取っておきたいっていうすごいお気に入りの感情もないので、全部が迷ってる項目になります。これから一つ一つ診断結果をもとに残すか残さないか仕分けていきたいと思います。ちょっと全部紹介するには時間がかかりそうなので先に仕分けちゃいました。手放すものを紹介したいと思います。 T シャツ関係なんですけど、ピタピタした服が私苦手っていうことが分かって、肩とか胴回りとか丈とかちょっと緩めのデザインの方が似合うみたいなんです。ピタピタの T シャツは本当にたくさん持ってて、なんか似合わないなってずっと思ってたので、これらは手放そうと思います。あとこれもちょっと小さめのシャツだったので手放すことにします。で、これは色が真っ白の T シャツとシャツなんですけど、私は真っ白よりももうちょっと黄みがある方が似合うっていうことが分かったので、だからなんか着てもモヤモヤしてたんですよね。もう合点がいけました。これはもっとね、いいものに入れ替えられると思うので手放すことにしました。あとはプルオーバーですね。これ色はとってもいいんですけど、このツヤツヤの素材とか下のリブ素材とかが私には似合いにくくて、自然っぽいコットンのものだったりオーバーサイズのものがいいようです。好きではあったんですけど、なんだか似合わなくてモヤモヤしていたので手放すことにしました。あとは花柄のシャツですね。ウェーブの私にはめっちゃ完璧な服だと思って買ったんですが、なんか似合わなくて全然着ていなかったです。実は骨格ナチュラルだったっていうことが分かって、今ならなぜ似合わなかったのか納得いきます。こういう小花柄だったり裾がグッと縛ってるのはウェーブさんにはとっても似合うんですが、ナチュラル体型の私には本当に似合いにくいアイテムでした。こちらも手放します。あとこれは普通に部屋着のジャケットですね。そういえばずっと着ていなかったので、これも手放すことにします。ちなみに後日着ていなかったこちらの2着の部屋着も手放すことに決めました。反対に残すことに決めたものの一部を紹介すると、結構シャツが多く残すことに決めました。オーバーサイズだったり重ね着がすごく得意なので、こういうシャツはこれからすごく重宝することになると思います。どうやって使っていくか今から楽しみです。ブラウンのシャツですね。これ割と好きなんです。オーバーサイズだったりこういうタータンチェックみたいな不規則な柄ってすごく得意だっていうことも聞きました。また私の得意なカラーがめちゃめちゃたくさん詰まってる色なんですよね。これはもうめちゃめちゃ私に似合うお洋服なので絶対取っておきたいと思います。結果16着を手放すことにし、16着をカットソーとして残すことにしました。ニットは今着ている2着を合わせて合計11着ありました。これから仕分けていきます。
はい、仕分けは終わりました。即捨てのものはなくて8着が絶対に残したいアイテムで、残るこちらの3着が迷うものでした。残した服はもうこれ全部母と祖母のお下がりのお洋服なんですよね。見た目的に着れなくなるまで着ようと思っているので、これは残します。でもよく見るとなんかこういう色とかすごく私のパーソナルカラーで似合う色なんですよね。この3つもすごく私のパーソナルカラーのお洋服です。だから気に入っているんですよね、きっと。このカシミヤのオーバーサイズのニットもこちらユーホさんに褒めていただいたお洋服だったので、これからもっと大切に着ようと思います。というわけで残る3点を考えていきたいんですが、正直可もなく不可もなく、これが一番出番がなくて本当は手放そうかなと思っていたんですけど、まずケーブルが、このケーブルの素材がすごく私に似合うのと、あとこの色も私に合いますよね。ちょっと着てみて気づいたんですが、結構毛玉がありますね。毛玉取りしてもいいけど、多分そうアクリルでできてるので取ってもまたすぐに毛玉ができるタイプのお洋服だなって思いました。よく見たらシミとかも結構見つかったので、これやっぱり手放すことにします。で、この細身のタートルネックですね。洗濯機でも洗えるのですごく使ってるユニクロのニットで、重ね着は得意ですし、これ旅行とかにもコンパクトに持っていけるアイテムですごく重宝しているので、結論これ好きなアイテムだったので残そうと思います。で、この丸首のカーディガンですね。この冬マジで着なかったです。っていうのも、これシルエットが似合わないピッチピチのスタイルだったんですよね。私自分のことウェーブだと思ってたからこれが似合うと思ってたんですけど実は全然似合わなかったっていうアイテムです。似合わなかった理由が本当に分かりますよね。ただ色はすごく私のパーソナルカラーに合う色なので、重ね着が得意な私にとってはもしかしたらこうやったら似合うんじゃないかなと、このアクセントになるからいいかもしれないなと思ったので、一旦取っておいて、またそれでも使わなかったら手放そうかなと思います。なんで似合わないかの理由と、もしかしたら使えるかもっていうポイントが診断の結果分かったので、これちょっとまた使えるか検討してみたいと思います。後日談なのですが、肩掛けなんて使い方めんどくさいし、私の好きなスタイルではないので、結局こちらのニットを手放すことにしました。ということでニットは9着を残し、2着を手放すことになりました。続いてはワンピースです。ワンピースは3着持っています。で、そのうちの1着は母が若い頃着てたもののお下がりなので、これは絶対取っておきたいと思います。なんとかこれは着こなしてみたいなと思ってます。この2つを今から迷うものなので検討していきたいと思うんですけど、まずこのワンピースですね。これはまさに自分がウェーブ体型だと思ってたから買ったワンピースです。小花柄で柔らかい素材ですごいスリムでみたいな私に似合うワンピースじゃないってことも分かりましたし、むしろもっとかっこいいこういうようなオーバーサイズのロングのワンピースの方が本当は実はずっと着たいと思ってたんですよね。なんで今年はもうそういうワンピースに買い替えちゃおうかなと思っています。そんなにこれを着ることにこだわりはないので手放すことにします。で、これはバリ島で買ったワンピースだったんですけど、正直旅行に行く時、リゾート地に行く時ぐらいしか着ていないものですし、体型的にも胸の切り返しとかこの V ネックの深い感じとかは私の骨格には似合わないタイプかなと思います。そもそも普段使いする服じゃなかったので、こちらは手放そうと思います。ということで結果はワンピースは2着手放し、1着残すことにします。ということで合計28着のお洋服を手放すことができました。ユニクロと GU の服は店舗の回収サービス、その他の服はユーズドショップへ持っていく予定です。さらにハンガー10本と収納ケース2つも不要になったので、こちらも手放すことにします。まもなく予定している引っ越しもとっても楽になりそうです。もやもやしていたアイテムが一切なくなり、少数精鋭の自分の好きな服、似合う服だけのクローゼットにすることができました。手放す服に全く後悔はありません。診断は決して安くなかったですが、一生ものの体験でした。服を減らそうと最近は地味な服ばかりになってしまっていましたが、診断を通して自分のおしゃれのことが分かり、ファッションがより楽しくなりました。髪を外羽にしてみたり、トップスインした裾を出してみたり、自分の似合うカラーのトップスを着たり、1枚多くジャケットを羽織ってみたり、
ちょっとの工夫でおしゃれに見えるのが本当に魔法みたいです。タンスの肥やしになっていた大切な服もなぜ似合いにくいのか、私の苦手なポイントが分かったので、今は苦手な部分を他でカバーしながらまた着れるようになって、よりお気に入りになりました。これからはより良いものにアップデートしながら、さらに少数精鋭のクローゼットを目指そうと思います。大変長い動画になってしまいましたが、最後まで見てくださり本当にありがとうございました。またねー。